こんにちは、村雲です。今回の動画では、先日トヨタ自動車より発売が開始された新型ノアの内外装紹介をお届けします。このノアには、兄弟車のボクシー同様、トヨタ初の技術が多く盛り込まれた意欲作ではありますが、グレードによっては選択できないオプションがあるなど注意が必要ですので、内外装紹介と合わせてグレードによる違いなども紹介していきます。ちなみに、ノア、ボクシーのカスタム仕様に関しては、こちらの東京オートサロンの動画で紹介しておりますので、合わせてご覧ください。まずは、今回紹介する展示車両の概要についてです。グレードは最上級グレードにあたる SZ。このグレードはいわゆるエラーグレードの仕様となっており、こちらのノーマル仕様のフェースよりもよりアグレッシブなフェースに加えて、サイドスカートなどのエアロパーツが装着されています。パワートレーンは 1.8 リッターのハイブリッド仕様であり、両輪駆動となる E4 と前輪駆動の仕様がありますが、この車両は前輪駆動の車両となっており、燃費は23キロとかなりの低燃費です。他のパワートレーンとしては、RAV4 に積まれているエンジンと同じ2リッターエンジンを搭載した両輪駆動と前輪駆動の仕様がありますが、今回の注目はハイブリッドの仕様となります。このハイブリッドは、モーターなどが完全新規の新世代ハイブリッドとなっています。これまでトヨタのハイブリッドの世代交代は、プリウスのモデルチェンジとともに行われてきましたが、今回はこのノア、ボクシーからの新世代ユニットの採用となっており、トヨタのこの車両への気合の入り方が伺えます。ここで一つ目の注意点ですが、SZ、Z グレードに関しては7人乗り、パワートレーンに関しても E4 ではグレードに関わらず7人乗りしか選べません。なので展示車も必然的に7人乗りとなります。SZ、Z グレードしか選択できない装備も多々ある中で、8人乗り仕様を選ぶ場合の選択肢が狭まってしまうのは少し残念です。外反色は全7色ある中のホワイトパールでした。内装色に関しては合成比較とファブリックの組み合わされたブラックとなっていました。2つ目の注意点ですが、グレードによって選べるカラーに違いがあります。エアログレードである SZ、SG ではスティールブロンドの外反色が選べず、内装色はブラックのカラーのみ。それ以外のグレードでは、レッドとグリッターブラックが選択できませんので、ボディカラーにこだわりがある方は、グレード選びに注意です。外観紹介。まずは、フロントフェイスから行っていきます。オートサロンでカスタム仕様を先に見てしまいましたが、ノーマルでもエアロ仕様は大迫力ですね。メッキパーツが多用され、アルファール並みのギア付き感となっています。ライト周りのパーツも、ピアノブラックで塗装されており、非常に高級感もあります。メッキパーツの縁の部分に関しては、未塗装の樹脂ではありましたが、質感が低いように感じず、マッチしていました。このノアの顔の迫力が、どこから生まれているかを考えてみましたが、フェイスの上面の絞り込みと、仮面の張り出しのメリハリの影響が大きく感じました。このメリハリがフェイス仮面へと目線を向け、どっしり感が演出され、結果的に迫力あるフェイスが形作られているように思います。このあたりは画像では伝わりづらい部分かと思いますので、一度実写をご覧になることをお勧めします。ボディサイドに回り込んできました。新型ノアの全長は 4695mm、全幅 1730mm、全高 1895mm となっています。ここで3つ目の注意点です。先代から全長と全高はほぼ変わらずですが、全幅が 1695mm の仕様がなくなり、すべてが3ナンバーの仕様となっています。全幅の拡大量としてはわずか 35mm なので、取り回しに大きな変化はないかと思いますが、車庫事情などに敏感な方は注意が必要です。サイドのデザインとしては、A ピラーが非常に細くデザインされており、いかにも視界が良さそうなデザインがされていることがわかります。また、C ピラー周りがブラックアウトされており、ルーフとボディが切り離されたようなデザインのため、腰高感が軽減され、ミニバンの中でもスポーティーなサイドのデザインであるように感じます。また、サイドに1本のプレスラインがボディ後端まで入っていることで、間延び感も軽減されています。このあたりは新型のホンダステップワゴンとは異なるデザインテイストであり、メーカーごとの違いが感じられ面白いですね。ちなみに、ウィンドウ型のメッキ加色は SZ、Z グレードのみとなっており、それ以外のグレードに加色はありません。ホイールに関しては、この展示車が SZ グレードであるため、205、55がある17インチのホイールが書かれていました。このホイールサイズは SZ グレードのみとなっているため、
この展示車のサイドと同じシルエットにするためには SZ グレードを選ぶ必要があります。バランスは非常にいい感じですが、乗り心地にも影響することですので、試乗してみてから判断でも良いかもしれません。リアに回り込んできました。リアデザインに関しては、テールランプの雰囲気が非常にあり気分のアルファードに似た雰囲気となっていることに加えて、LED ライトの採用により非常にシャープにデザインされていることで先進感もあります。また、ランプが横長にデザインされたことと C ピラーがブラックアウトされていることで、上半分が1枚の大きなガラスのようなデザインとされていることで、目線が下側に集まり、リア側でもどっしり感を演出するデザインとなっています。また、ピアノブラック化されたパネルにノアのロゴが入っているのが非常におしゃれに感じました。内装紹介。まずはトランク容量からです。今回のノアのトランク開閉ボタンは、ボディサイドのこのボタンで行うのが特徴で、狭いスペースでバックドアに押されてのけぞると危険なので、それの防止が図られており、任意の場所で止められる機能がトヨタ初採用となっています。ただ、これも注意ですが、こちらのパワーバックドアは SZ、Z グレードのみのメーカーオプションとなっており、それ以外のグレードには装着できません。ただ、このオプションを装着しなくても、メカニカルな機構でバックドアの位置を任意の位置でストップできるフリーストップバックドアの機能がありますので、そちらを考慮いただけるといいかなと思います。トランクの容量としては、3列目格納状態ではありますが、非常に広々としており、フロアの高さも非常に低いため、荷物の積み下ろしが楽そうだと感じました。床下収納も十分な深さがあり、洗車道具などを常備できるだけのスペースがありました。3列目シートはサイドに向けて跳ね上げる形となっており、今回のモデルからワンタッチで固定まで可能となっていたため、実際に稼働させてみましたが、iPhone 片手でも操作が可能となっており、非常に扱いやすかったです。これならば実用面においても不満が出ることはないかなと思います。続いて、運転席周りの内装についてです。運転席のドアの内張りはこのようになっており、上半分は非常に柔らかいソフトパッドで触り心地が良く、ウィンドウスイッチ周りにメッキ加色が施されているなど、質感高かったです。ただ、ドアノブの食感が少しプラスチッキーだったのが残念でした。よく触るところなので、もう少し質感にこだわってほしかったです。ドアの下半分には収納ポケットがいくつかあり、ペットボトルホルダーもついていたため、実用性は非常に高いです。ただ、ノアの内装で全般的に気になったのが、ペットボトルホルダーの深さが浅めな気がしました。気になる方は一度展示車でチェックしてみることをお勧めします。乗り込んで、続いてステアリングのデザインについてです。こちらに関しては、トヨタ共通のスタンダードなボタン配置であり、左側にオーディオ関係のボタン、右側に運転支援系のボタンが配置されています。また、後ほど紹介しますが、渋滞時のレベル2相当の運転支援を実現するためのドライバー監視モニターが備え付けられているのが最大の特徴です。メーターデザインはこのようになっており、こちらも他のトヨタ車のデザイン同様、真ん中のディスプレイに燃費などの情報が切り替わり表示されます。このディスプレイのサイズは SZ、Z グレードは7インチが標準装備。それ以外のグレードは 4.2 インチのディスプレイとなります。ここで6つ目の注意点ですが、情報表示系のもう一つの機能であるヘッドアップディスプレイはメーカーオプションとなっており、さらに SZ、Z グレードしか装備ができません。ヘッドアップディスプレイがあると、運転時に目線を動かさずに速度の確認ができたり、運転支援系の作動状況を確認できるため、安全にも寄与し、ドライバーの疲労低減にもつながる機能であると考えているため、メーカーオプションはやむなしとしても、全グレードに装備可能としてほしかったです。私自身ヘッドアップディスプレイがかなりお気に入り装備であるため、これを付けようとすると、グレードが SZ もしくは Z グレードに絞り込まれてしまいます。続いて、ナビ周りです。この展示車には、オプションで 10.5 インチのナビが装着されていました。オプションを選択しなければ、8インチのナビが標準装備となります。このディスプレイオーディが採用され始めの頃は、ダッシュボードよりも高い位置に突き出しがちであり、視界の妨げになる懸念の車種もありましたが、ノアの場合はダッシュボード以上の高さはなく、視界に邪魔になることはなさそうです。また、サイドデザインの際に述べていたように、A ピラーが非常に細く、視界が開けているため、運転しやすく、安全という観点でも非常に優秀な車であると言えます。ナビの下には、エアコンのスイッチが物理ボタンとして残されており、こ
この方が慣れると運転中に目線をそらさずに操作可能であるため、私はこちらの方が好みです。シートヒーターは SZ、Z グレードは標準装備、G グレードでは快適利便パッケージを装備することで装着可能となり、X グレードには装備できません。その横にはパノラミックビューモニターのスイッチが配置され、床下が透過したような形で車両の周囲の安全確認が可能となります。こちらは X グレードは装備できず、それ以外のグレードにはメーカーオプションとなっています。この機能は目線が高い上に車両直近の視覚が大きいミニバンには必須の装備かと思いますので、ぜひ装備したいところです。また、スイッチがこの位置にあるのもいいですね。他車種ではステアリング右下に配置されている場合が多いかと思いますが、このスイッチは頻繁に操作することがあるかと思いますので、手の届きやすいこの位置にあるのは良い配慮だと思います。その下にはパーキングブレーキやブレーキホールドなどの走行時に使用するスイッチがまとめられているなど、最近のトヨタのボタン配置はすごく洗練されている印象です。その隣にシフトノブがあり、この電気式シフトノブはパノラミックビューモニターを装備したハイブリッド車はこの方式となるようです。全く関係ない装備な気がしますが、よくわからないですね。さらにその隣にはスマホ置きのスペースがあります。滑り落ちたりしないか少し心配な傾斜でした。助手席前のスペースにも物が置けるスペースが設けられており、その隣には運転席と左右対称な可食とペットボトルホルダーが備え付けられています。こちらも深さが浅いことが少し気になりました。センターアームレスト付近には2つのペットボトルホルダーが備え付けられており、アームレストの中の小物入れの深さも十分であったため、運転席周りの収納で困ることはないかと思います。グローブボックスは標準的な大きさであり、肝押し上げなどはされていませんでしたが、致し方ないかなとは思います。シートに関しては、合成比較とファブリックのコンビネーションとなっており、ブラック一色ではありますが、模様が入っているため、おしゃれなシートとなっています。クッション性が高く、また、ファブリックの部分がアルカンターラのような素材であるため、体がずれ落ちることもなく、アームレストと合わせて快適な座り心地となっていました。続いて、リアシート周りについてですが、乗り込む前の装備について紹介します。こちらはユニバーサルステップと呼ばれる装備で、助手席側のみ全グレードに装着可能となっております。もともと低床であるため、乗り込みにくく感じることはありませんでしたが、小さいお子様がおられる方でしたら、全グレード装備可能ですので、検討いただいてもいいかもしれません。また、両側パワースライドドアは SZ、Z グレードのみ標準装備であり、それ以外のグレードは助手席のみで両側にするためにはオプション選択する必要があります。リアシートに乗り込んで2列目、3列目の質感についてです。2列目に座ると足元スペースの広大さに驚きますが、まずはドアの内張りについてです。こちら、車内が暗かったので写真にてお届けします。後席の質感は前席には劣ってしまう印象でした。ドアの上半分はソフトパッドがあしらわれていましたが、それ以外の部分はハードプラとなっており、ウィンドウスイッチの台座などにも可色はなく、少し寂しい印象です。収納としてはペットボトルホルダーが備え付けられていました。足元スペースは非常に広大であり、3列目シートのことを考慮せずにスライドすれば、足を投げ出しては全く届かないほどであり、不満が出ることはないかと思います。このキャプテンシートにはセンターにテーブルが備え付けられており、2列目用、3列目用のペットボトルホルダーと USB ポートが2つ備え付けられています。このテーブルの仕様は SZ、Z グレードのみとなっています。その他の7人乗りグレードにもテーブルは付きますが、USB ポートは装備されていません。私の勉強不足かもしれませんが、SZ、Z グレードでなければ、後席に USB ポートはないかもしれず、少し不便であると考えられるため、SZ、Z グレード以外の選択を考えられている方は注意が必要です。2列目シートの質感に関しては、運転席同様の質感が担保されており、リクライニングの角度も非常に大きく取ることができるため、長距離移動中も全く苦にならないかと思います。続いて3列目に乗り込んでみます。3列目への乗り込み方としては、このように2列目を前に出す方法と、センターテーブルを折りたたんでウォークスルーする方法があります。3列目乗り込みました。足元スペースに関しては、2列目と譲り合うことで確保することができそうですが、快適性に関しては2列目には劣ってしまいそうです。やはり跳ね上が式の方式をとっているため、背もたれのクッションが薄くなってしまっているためだと考えられます。大人が十分座れる空間は確保されていますが、長距離移動の際は適度な休憩を取りながら目的地に向かうことをお勧めします。
以上、新型ノアの内外装紹介でした。続いて、内外装紹介でお伝えできないノアの装備についてご紹介します。まずは、アドバンスドライブの渋滞支援機能です。こちらはいわゆるレベル2相当の運転支援機能となっており、高速道路上での時速40キロ以下渋滞時に手放し運転を可能とするトヨタ初の機能です。この機能の融合化のため、ハンドルにはドライバー監視機能がついており、システムがドライバーが目線を離していないことを認識すると、システムが有効となります。この機能はドライバーの疲労軽減に非常に有効であるため、ぜひとも装備したいオプションであり、X グレード以外には装備可能となっています。続いて、安心降車アシストです。こちらは車両が後方から接近する自転車などを認識し、スライドドアの開閉が危険と判断した場合に、ドアの開閉をキャンセルするトヨタ初の機能となっています。小さいお子様の万一の飛び出しの防止に役立つため、こちらも装備しておきたいオプションとなっています。こちらも X グレード以外に装備可能となっています。最後にアドバンスパーク機能です。こちらは駐車時の運転支援機能であり、車両が駐車スペースを認識し、ドライバーが承認すると、操舵、アクセル、シフトチェンジ含めて、すべての動作を車両が実施し、駐車を可能とするシステムです。加えて、新型ノアでは、トヨタブランド初となるスマホ操作で自身が車を降車した後の車両操作が可能となります。この機能は、駐車スペースが狭く、乗り降りがしづらい場合に先に車から降りてしまい、車任せで駐車することができ、チェックの際も同様の流れでスムーズに乗車可能となります。ただし、このリモート機能はハイブリッド車の場合しか装備できません。降車アシスト同様、この機能を使えば安全でもありますし、ドアパンチの懸念もかなり軽減されるため、装備したいオプションではありますが、パワートレインによっては装備できないので、これが最後の注意点となります。まとめです。今回の動画では、新型ノアの内外装レビューをお届けしました。外装デザインに関しては、兄貴分のアルファードに負けず劣らずの迫力であり、フロント、リア両面のどっしり感は、迫力に加えて安心感も与えてくれる印象でした。この辺りのデザイン手法に関してトヨタはうまいなと感じてしまいます。内装に関しては3列目シートの跳ね上げが片手でできるようになっているなど、実用面の進化が感じられ、インパネ周りの洗練度合いも昨今のトヨタ自動車の内装デザインにのっとったもので、非常に好印象でした。その他、パワートレーンの進化やトヨタ初機能の装備が多く織り込まれており、非常に気合の入ったモデルであることが感じられましたが、グレードによってその装備が装着できなかったり、セットオプション化されている装備が多々あったため、欲しいと思える快適装備をつけていくと、合計金額が非常に高額となってしまうことが分かりました。このあたりのグレード体系、オプション設定がユーザーフレンドリーでないように感じてしまい、普及体の価格であるミニバンであるので、もう少しシンプルな販売体験にすることが求められているかと思いますので、その点が少し気になりました。今回の動画の内容としては以上となります。このチャンネルでは他にも新型車の情報や愛車のスープラ関連の DIY 情報の発信を毎週行っております。自動車好きの方の参考となる情報を発信していけるよう努めていきますので、動画の高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。また、動画内で実施してほしい企画などありましたら、コメント欄までよろしくお願いいたします。それでは、ご視聴ありがとうございました。